はい、どうもこんにちは、ゆうでございます。今日はですね、3D プリンターを持っている人であれば、一度は悩むであろうフィラメントの湿気問題。僕の動画でも前回、バンブーラボ A1 ミニの動画を上げたんですけども、SNS の DM で、湿気たフィラメントどうしてますかっていう質問が何件か来てました。僕が住んでいるこの東北の冬は、放っておくとフィラメントあっという間にへたっていくんですよね。糸が引きまくって表面ザラザラで、うわやっちゃったなってなるやつ。今日はですね、その湿気問題をまとめて解決してくれるやつを試してみます。それがこちらですね。クリアリティのフィラメントドライヤースペースパイで、こちらの製品がですね、どんな製品かと言いますと、フィラメントをこの中に入れて温めながらぐるっと乾燥してくれるボックスになります。フィラメントを乾燥させながら 3D プリンターも同時に動かせるということで、めちゃくちゃ便利なガジェットになります。で、今日はですね、このスペースパイを A1 ミニと組み合わせてがっつり使ってみた感想、いいところも悪いところも正直にお話ししていきます。それでは行きましょう。はい、ではまずはですね、前提としてなんでわざわざこういう乾燥ボックスが必要になるのか、この辺からですね、軽く情報を整理してお話ししていきます。 PLA とか PETG、TPU、ナイロン系のフィラメントって実は結構水分を吸いやすい素材です。で、この部屋の湿気が高い日が続くとスプールの中でじわじわ水を吸っていきます。その結果、ノズルの先でパチパチ音がして気泡が生まれてしまったり、造形物の表面がざらついたり、糸引きが増える、レイヤー同士の食いつきが悪くてポロッと途中で割れやすくなるといった弊害が起こってしまいます。で、僕が使っているこの A1 ミニみたいにスピードが出るようなプリンターだと、そのちょっとしたコンディションの悪さが仕上がりにもろに出てきます。その対策としてケースに乾燥剤を入れてフィラメントを保管してますっていう人も多いと思うんですけど、しっかり水分を飛ばすには結局は熱と時間が必要になってきます。そこで出てくるのが今回のクリアリティスペースパイ。温めながら360度ぐるっと熱風を回してフィラメントを乾燥してくれるというわけです。はい、では本体の方を見ていきましょう。こちらがですね、クリアリティスペースパイです。メーカーは 3D プリンターでおなじみのクリアリティ。サイズ感としては A1 ミニの横に置いてもそこまで圧迫感はなくて、少し大きめのフィラメントケースぐらいの印象です。本体のカラーはグレーのボディにスモークのカバーで、見た目は割と落ち着いた系。この中にはフィラメントを1貫だけ収納できます。フィラメントの径は 1.75mm と 2.85mm の両方に対応しています。前面には 3.7 インチのタッチスクリーン、こちらに現在の温度、設定温度、湿度、残り時間がリアルタイムで表示されます。スペースパイの温度は45度から70度で調整可能。乾燥時間は48時間まで設定することができます。あと地味に嬉しいのが、電源を切っても最後の設定を覚えてくれるメモリー機能がついています。普段よく使う温度と時間が決まっている人は一度決めてしまえば毎回設定しなくていいんです。この部分がですね、個人的にはお気に入りです。はい、では実際の操作方法を見ていきます。操作はめちゃくちゃシンプルです。まずですね、カバーをパカッと開けて中のホルダーにフィラメントを1貫だけセットします。 PTFE チューブを通す穴が開いていますので、そこからフィラメントを外に出して A1 ミニ側のフィラメントガイドに接続。この状態で乾燥しながらそのままプリントっていう運用ができます。で、実際の設定はこんな感じです。このタッチパネル側はフィラメントの種類、温度、時間、基本的にはこの3つを設定していくだけです。で、このスペースパイの最大の特徴といってもいいのがワンタッチプリセット。 PLA、PETG、ABS、TPU、SAA とか最大12種類のフィラメント向けにあらかじめ温度と時間がプリセットされています。はい、では実際に PLA を選択するとこんな感じです。PLA のプリセットを選ぶと温度と時間がいい感じの組み合わせで一気にセットされます。で、このプリセットよりも
少し長めに乾燥したいなと思ったら、時間だけプラスボタンで延長してあげるみたいな使い方ができます。乾燥中は画面に経過時間、現在の温度、箱の中の湿度がずっと表示されますので、あ、今こんな感じで下がってるんだっていうのが目で見てわかるのがめちゃくちゃいい部分だと感じます。はい、では実際にバンブーラボ A1 ミニと組み合わせてどういう風に使っているか。僕の環境だと A1 ミニを右側、スペースパイを左側に置いて、スペースパイから出た PTFE チューブを A1 ミニのフィラメントガイドに挿しています。A1 ミニって標準だと上にスプールが乗る形なんですけど、スペースさえあればこうやって外部から供給する形の方がフィラメントを出しやすいっていうメリットも出てきます。乾燥前と乾燥後、どこまで変わるのか、ここを見ていきます。はい、ではまずはですね PLA から検証していきます。2パターンで A1 ミニに同じ条件でプリントしてみました。モデルは分かりやすくベンチとリトラクションテストの2種類。具体的にはこんな感じの変化がありまして、マスト周りの糸引きがかなり減っています。また表面のツヤ感が滑らかになったり、細部の角がビシッと立っているような感じですね。 A1 ミニって動きが速い分、フィラメントの状態が悪いとすぐに表面にノイズが乗ってしまうので、その辺がですねスッと消えていくようなイメージですね。はい、では続いてリトラクションテストの方も見ていきます。乾燥前は全体的にうっすらクモの巣みたいな糸が張っていたんですが、乾燥後はそれがかなり減りました。プリンター側の設定もありますので、全部が全部フィラメントのせいっていうわけではないです。同じ設定でここまで差が出るのであれば、乾燥させる価値は十分にあるなっていうのが正直な印象です。はい、で次にですねペット G ですね。ペット G は乾燥前だとこんな感じのノイズが目立っていたんですけど、乾燥後はゼロにはならないけどかなりマシになるくらいの違いは出ました。でこのそもそもこういう癖のある素材ほどスペースパイみたいな専用ドライヤーを通してあげる意味があるなと感じました。はい、では実際に使ってみて感じた細かいところも触れておきます。まずですね、温度の上がり方。設定してから数分で画面の表示温度がスッと目標温度に近づいていきます。箱の中全体を 80W 前後の PTC ヒーターとファンで温めていますので、ゆっくりじわじわというよりはしっかり仕事してるなっていう風なスピード感です。はい、では続いて動作音ですね。動作音に関してはA1 ミニがフル稼働している横で一緒に使っていればほぼ気にならない程度の動作音です。深夜の静かな環境でスペースパイだけ動かしていると、あ、なんか回ってんなとはわかるけど A1 ミニを動かしてしまえば A1 ミニにかき消されるくらいのレベルです。はい、では続いて安全面です。こちらのスペースパイは PTC ヒーターが採用されていて、一定温度を超えると抵抗値が上がって自己制御するタイプ。ずっと加熱し続けて暴走するっていう仕組みではないので、この辺は他の安いフィラメントヒーターより安心感があります。そして最後ですね、本体自体も表面が触れないほど熱くなるっていうことはなくて、温かいお弁当箱くらいの温度感です。はい、ではいい部分と気になる点、どんな人におすすめかをお伝えして動画を締めたいと思います。はい、ではまずはですね、いい部分からお話ししていきます。まず1つ目、乾燥効果がちゃんと体感レベルで分かること。先ほどのベンチとリトラクションテストの結果がそのまま答えだと思っていて、同じ A1 ミニ、同じフィラメントでも糸引きの量と表面のノイズが減るっていうのは正直めちゃくちゃ分かりやすいメリットだなと感じました。続いて2つ目ですね、タッチパネルの UI がシンプルで分かりやすい。乾燥ボックスって結局何度にしたらいいんだろう、何時間やればいいのって最初すごく迷うんですよね。このスペースパイの場合、プリセットで PLA、PETG、ABS、TPU、ナイロン系、SAA みたいによく使うフィラメントのモードが最初から入っていますので、とりあえず一旦プリセットで回してみて、足りなければ延長、このスタイルでだいたいなんとかなります。はい、では3つ目、このままスプールホルダーとして使えること。
乾燥専用ボックスの場合は乾燥した後にプリンターに持っていく、このワンアクションが毎回発生するんですけど、このスペースパイはチューブをプリンターにつないでしまえば、ここが保管庫であり乾燥機でありスプールホルダーっていうこの3役を1個でこなしてくれます。 A1 ミニみたいな外部供給に向いたプリンターとは結構相性いいなと感じました。はい、では続いて4つ目ですね。大量フィラメント径が 1.75mm と 2.85mm、 この両方いける部分。現在は 1.75mm のフィラメントが主流とはいえ、将来的に別規格のプリンターを買った時にも流用できますので、長く使える周辺機器として考えると結構コスパが高いです。はい、では続いて気になった部分も正直にお話ししていきます。もちろんですね、万能かというとそんなこともなくて。はい、ではまず1つ目ですね。外部スプール運用前提ではないプリンターとは少し相性に工夫が必要です。僕が使っているこの A1 ミニは外部供給しやすいのでまだいいんですけど、他のプリンターによってはスペースパイから出たチューブの取り回しがきつくなったり、スプールの回転が渋くなってしまうケースもあるみたいです。海外のレビューを見ていると、プリンター側に引っ張られてチューブが箱の中で干渉してしまったみたいな声もあったので、自分の環境に合わせて少し工夫が必要になるかもしれません。はい、では続いて2つ目ですね。本体サイズと置き場所問題。スペースパイのスペース的にはそこまで巨大ではないんですけど、奥行きがそこそこあるので、奥行きの浅いデスクに A1 ミニと並べると前後スペースが結構ギリギリになるかもしれません。 3D プリンター、 PC、 モニターと並べている人はどこにスペースパイを置くか、これを事前にイメージしておいた方が安心です。はい、では続いて3つ目は価格帯です。製品の市場全体で見るとスペースパイはど真ん中からちょい上くらいのレンジになります。乾燥剤とジップロックで頑張るスタイルと比べると当然コストは上がってしまうので、どれくらい 3D プリントをやるのか、どれくらい安定した品質が欲しいのか、こことの相談になるかなと思います。はい、じゃあ最終的にこのスペースパイはどんな人におすすめか。はい、ではまずですね、 A1 ミニみたいな高速系の 3D プリンターをメイン機にしている人、印刷スピードがある分フィラメントのコンディションがもろに仕上がりに反映されていきますので、一回乾燥ボックスを挟んであげると同じプリンターでもワンランク上の画質になる感覚が味わえると思います。はい、では次に複数のフィラメントをローテーションで使う人、 PLA だけではなくて PETG、 ABS、 TPU、 SAA あたりを日常的に触る人ですね。でこのスペースパイはプリセット一発で適正温度がすぐに呼び出すことができますので、素材によって毎回調べるのが面倒っていうストレスがかなり減ります。あとは東北とか日本海側とか湿度が高いエリアで 3D プリントをしている人、これはですね、まさに僕の環境そのものなんですけど、1年を通してフィラメントの保管に気を使わないといけない地域ではこの乾燥ボックスっていうインフラはほぼマストかなと思います。逆にまだ月に数回しか 3D プリントをしていないとか PLA しか使っていないとか、他にもプリント品質よりとりあえず形になれば OK、 こういう人は最初から乾燥ボックススペースパイを買うよりもジップロックと乾燥剤の運用から入ってもっとしっかりと 3D プリントを楽しみたいと思ったタイミングで導入するくらいの順番でもいいと思います。はい、というわけで今回はクリアリティのフィラメントドライヤースペースパイをバンブーラボ A1 ミニと一緒に使ってみた感想を話してみました。で僕の個人的には 3D プリンター本体をアップグレードする前にまずはフィラメントのコンディションっていう順番も全然ありかなと思っています。でこの 3D プリンターのプリント品質を1段階上げたい人はこういう周辺機器から攻めていくのも面白いと思います。はい、で僕の今回の動画がスペースパイを気になっていた人とか A1 ミニユーザーで乾燥環境どうしようかなと迷っていた人の参考になれば嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆうでした。